行機プラモの人気ナンバーワン、トムキャット。2026年1月、ついにタミヤから72分の1のトムキャットが発売されます。ですがずっと前からタミヤ72分の1トムキャットが存在しているのをご存知でしょうか。このキット初心者は絶対に手を出してはいけない特級呪物。今回はこのキットを製作します。途中6万円のエアブラシが壊れて8000円の格安エアブラシで代用。完成後に風で飛ばされて破損。無事完成するのか見届けてください。カグルザドです。今回作るのはタミヤ72分の 1F14A トムキャット。私が人生で初めて買った飛行機プラモです。ただし中身はイタリアのイタレリというメーカー製、いわゆる OEM。ランナーはイタレリ。箱と説明書をタミヤが用意して売ってるってことですね。そして評判はすこぶる悪い。そんなこと知らずに買っちゃって帰ってから調べてガンナへ。4年間押し入れの奥に積んでました。ですが2026年1月、ついにタミヤが本当に72分の1のトムキャットを発売します。その前にこのキットと決着をつけることにしました。初心者では作り切ることも難しいキット。4年前よりスキルは上がってるのできっと立ち向かえるはず。マーク・ザッカーバーグの名言、Done is better than perfect の精神で作っていきます。ランナー見てみましょう。餃子の羽のようにバリは全体にまんべんなくあります。そして、このキットそうなんだ。凸モールドですね。パネルラインが溝でなく出っ張ってるタイプ。古いキットによくある仕様。一部のパネルラインだけ O ですね。可変翼の付け根には変わったテクスチャー。キャノピーはスライド金型じゃないので、本来のバブルキャノピーのオメガみたいな断面は再現されてない。でもスライド金型だとできるキャノピーの真ん中のパーティングラインがないのはメリット。デカールもイタリア製。マーキングは2種類から選択。死神かスペード。心の中学2年生に従って死神でいきましょう。それではパーツカット。片はニッパーのブレード1ニッパーでパーツを切り出し。ゲートは太め。昔のキットって感じですね。パーツ数は少なめなので一気に全部カットしちゃっても大丈夫そう。切れ味抜群のアルティメットニッパーで2度切り。わずかに残ったゲートは万能スクレーパーマジスクで削ってさらにカンナ分け。ヤスリを使わずに処理して時短します。パーツはそこかしこにバリがあります。プラモは上下の金型を合わせて樹脂を流し込むので境目に段差の線、パーティングラインが出ます。金型が傷んで隙間が大きくなると樹脂がはみ出して薄い膜のような出っ張り、バリになります。随分年季の入った金型とお見受けした。バリのジェットにはマジスクがマジで優秀。デザインナイフより安定してガリガリ削り落とせます。しかもナイフみたいに皮膚は切れないので安全。古いキットを作るときには必須のアイテム。ちょっと軽く見、ピタッと合わないけど多少押さえつければくっつくかな。組み立てていきましょう。パーツを貼り合わせて隙間に流し込み接着剤を流し込み、数秒でパーツ同士が接着します。うっかり接着剤を触って指紋がついちゃったのでリカバリー。荒れた表面をヤスリがけして整えます。凸モールドなので気をつけないとパネルラインも削り落としてしまうので慎重に。パーツを取り付けるための穴をピンバイスで開口。可変翼はちゃんと稼働します。ここは偉い。機体上下を接着。この部分パーツが合わない。ゲートの処理が甘かったかな。ギリギリキットじゃなくて私の落ち度か。アロンアルファ対衝撃を使います。アロンアルファの中で多分最強の接着力があるやつ。これで無理やり接着します。パーツを接着させるために無理やり押し付けたところは溶けたプラがむにゅっと溶け出しているので削って整えます。今回パーツの合わせ目機種は基本しません。隙間が多すぎて全部やったら永遠に完成しない。とにかく完成させることを目標に。機種部分の接続は1決めガイドが全くなし。この一番目立つ部分でマジ。しかも接着面はガタガタで全然ぴったり合いません。なんとか整えて目視で何度も位置調整して接着。このキットのヤバさが見えてきましたね。このキットぴったり合うパーツはほぼ存在しません。ガトリングの取り付き部分もうっすらとしたラインがあるだけ。取り付き位置は指先で調整するしかありません。アロンアルファ光を使います。専用のライトを当てるまで固まらないのでじっくり位置決めが可能。専用ライトを当てると10秒程度で固まります。難しいパーツの取り付けに絶大な意欲を発揮します。水平尾翼は取り付け軸が左右でサイズが違って間違えにくいのはいいんですが、パーツ番号が両方とも同じなのでタミヤが説明書によくわからない注意書きを書く羽目になってます。コックピットの椅子はすがすがしいもの変わり。本来のコックピットのパーツは最初に取り付けるんですが、塗装を一度に済ませてしまいたいので後回しにしました。ランディングギアとかも小さいパーツの組み立てていきます。装備は A と B の選択式。特にこだわりないので A でいきます。このキットタミヤからの発売は2012年ですが、元の金型は1987年のイタレリー製。1987年ってガンダムだとダブルゼータの放映してる時。ダブルゼータ放映当時の旧キットをガンダムエイジやってる年に新製品として出すのはやばいじゃん。これはイタレリじゃなくてタミヤが悪いって。イタレリは価格が割と控えめでキットのバリエーションが豊富なメーカー。
作りやすさやパーツの精度にあまり期待できない、安かろう悪かろうって感じの評判。実際に作ってみるのは私も初めてなんですが、確かにこれは作りにくくて初心者にはとても勧められないですね。形が見えてきたので確認。各所に大きな隙間。パネルライン改めて確認すると交わるところで線がオーバーランしてますね。昔のキットのトツモールドって確か職人が金型に直接溝を掘ってできてるんですよね。おおらかな作りだな。塗装に進みます。まずはキャノピーのマスキング。普段はカット済みマスキングシートを使うけど、今回年末に思い立って制作を始めたので、マスキングシートを購入してから届くのを待つのがじれったいので、自力で。まずは 0.4 ミリの極細マステで縁の部分をマスキング。細いので微妙な曲線に追従できます。次に内側をマスキング。さらにラウンドしてる角の部分をマスキングゾルでマスキング。最後に裏側全体をマスキングして完成。それではついにエアブラシ塗装開始と思ったらエアブラシが動きません。この台から持ち上げたらスイッチが入るはずなんですけど、うんともすんともしない。壊れちゃった。修理には1月かかるのでちょっと我慢できません。ということで充電式エアブラシ買っちゃいました。ソウルパワーモデル4ネオ。中国のメーカーみたいです。Amazon で8009円で購入。実はこのエアブラシ案件の依頼来てたんですよね。普通に自腹で買っちゃった。選んだ理由は単にお届け日が一番早かったからです。機能はよく見ずに買っちゃいました。もう口がエアブラシ塗装の口になってるんで、できるだけ早く塗装したくて。バッテリーは2個入ってるので、使用中にもう1個を充電すればバッテリーが切れてもすぐ交換可能。ハンドピースは同梱の専用のものしか使えないみたいですね。ハンドピースのボタンがコンプレッサーのスイッチにもなってるから、普通のエアブラシは使えないみたい。マジか。普段使ってるハンドピースが使えると思ってた。スイッチを押し込むとエアが出て、スイッチを引くと塗料が噴射される。一応ダブルアクションのようですが、エア圧は 0.048 メガパスカルで固定で調節不可。私は普段 0.02 くらいに設定してるので結構強いな。まあ当面これを使うしかないので行ってみましょう。まずはサーフェイサーエボブラック。試し拭きはいい感じ。本場の塗装。全然普段通り濡れてるな。普段4万円のコンプレッサーと2万円のハンドピースのハイエンド環境で塗装してるんですけど、ただのベタ塗りとはいえ、思いのほか違和感なく使えてます。本来塗ってから組み立てるはずのコックピットの内側を無理やり塗装。これは充電式エアブラシはどうしても大きくて取り回しが悪いので、ちょっと塗りにくい。まあでもこれは使い方が無茶ですね。ハンドピースのカップの底が広いのはちょっとマイナス。そのせいでうがい洗浄ではなかなか塗料が落ちない。使い古しの筆とか100均の安い筆で拭いて洗うのが良さそうです。次にサーフェイサーエボホワイトでランディングギアとかを塗装。垂直尾翼をガイアカラーサンシャインイエローで塗装。コックピット周りをマスキング。コックピットにキムワイプを詰めます。2ミリのマスキングテープでマスキング。こんな感じ。キャノピーと垂直尾翼にもマスキング。それではメインの機体色。ライトゴーストグレーを塗装。各塗料メーカーから発売されている色ですが、このモデルカステンのライトゴーストグレーが一番本物に近い感じがします。値段は高いけどね。垂直尾翼は追加でマスキングしてサーフェイサーエボブラックを塗装、ブラックのラインを作ります。それでは楽しいマスキング剥がし。まずうまくいってるかな。ちょっと失敗してるところは筆でレタッチします。次に部分塗装。コックピットはどうせ完成後あまり見えないので塗り分けはサボってシルバーの色鉛筆でディテールを強調するだけにします。これでも十分かっこいい。ランディングギアのシルバー部分はマーカーで。ランディングギア内部のホワイトは水性ホイーカラーで筆塗り。めっちゃムラになってますけど完成したらあまり見えないし、この後のウェザリングである程度ごまかせるはずなのでこれで押し通します。はみ出した部分はマジックリンで拭き取り。エンジンノズルは水性ホビーカラー焼き鉄色。この色は筆塗りでも一発で発色するので塗ってて楽しい。しかもエアブラシ塗装では出せないいい感じの味が出るんですよね。ランディングギアのカバーの縁は赤く塗られてます。下ネルカラーのメフィストンレッドで塗装。発色しにくい赤が一発で塗れるので、この色だけ下ネルカラーを使ってます。各所細かいところを塗り分けて塗装は完了。ウェザリングをしましょう。タミヤスミレ塗料ダークブラウンでウォッシング。全体に塗りたくった後にキムワイプで拭き取り。トーキャットのウェザリングといえば可変翼の根元部分が擦れて汚れる部分。ここに塗料を塗って翼を動かしたらいい感じのウェザリングになるのを見たことがある気がするんですが、全然うまくいかないので諦めました。次にトムキャット作る時までの宿題にしておきます。小さいパーツにも同様のウォッシングをしていきます。問題は墨入れ。トツモールドなので溝に塗料を流し込むというわけにはいきません。色鉛筆を使ってみます。
パネルラインの縁を色鉛筆でなぞって墨入れ。これがうまくいきました。普通の墨入れと違って筆圧で墨入れの太さを決めれるので、この作業は新鮮で楽しいです。デカール貼っていきましょう。デザインナイフで切り出して、デカーリングクイックトレイで湿らせます。貼りたいところにデカールのりマークセッターを塗布。デカールが台紙から浮いてきたらデカールを剥がして貼り付け、濡らしたベビー綿棒で位置を決めつつ、少しずつ水分を抜いていきます。水分を抜けたらデカール軟化剤マークフィットスーパーハードでデカールを柔らかくしてパーツにしっかり密着させます。残りのデカールもガシガシ貼り付け、墨入れとデカールしたら結構かっこよくなってきましたね。それでは最終組み立てですが、ここで新兵器投入。アネックス端ピン。先端がザラザラになってて、パーツをとにかくしっかりつかめるピンセット。これを使ってコックピットを組み立てていきます。確かにがっちりパーツがつかめてる感じがします。本来の手順だと本体に組み込む前に取り付けるはずだったパーツを端ピンとアロンアルファ光で無理やり取り付けていきます。ケーキパネルとか端ピン使ってなかったら難しすぎて積んでましたね。危なかった。各パーツを取り付けていきます。例によってどのパーツも取り付け位置は曖昧なので、説明書を睨みながら微調整して取り付けていきます。このカバーパーツはランディングギアと干渉してどうしてもこの角度でしか取り付けられませんでした。これ絶対角度開きすぎなんですよね。まあいいか。今回はとにかく完成させれば勝ち。スケールモデルメーカーはいろいろありますが、作りやすさと精密なディテールの両立で言うとやっぱりタミヤがトップ。だから初心者がスケールモデルを始めるならタミヤを選べば間違いないと言いたいところなんですけど、タミヤの72分の1飛行機は結構な割合中身がイタレリなんですよね。タミヤの72分の1トムキャットとかめちゃくちゃ初心者が買いそうなキットでこのトラップは罪深い。以来私はプラモを買うときは必ずキットの正体を確認するようになりました。公式ホームページでも再販年を発売年と偽ってることとか全然あるので、英語のサイトですけどスケールメイトを確認するのがおすすめ。最後に全体に艶消しトップコートで艶を整えます。が、ここでやっちゃいました。塗料が乾ききってないうちに塗膜を触っちゃって表面がガタガタに。なんとかリカバリーしましょう。まずトップコードを何度も吹き重ねて塗膜を厚くします。塗膜が乾いたらヤスリがけして表面を整えます。やりすぎるとデカールまで剥がれるのでほどほどで妥協。改めて仕上げにトップコート。まあ9大点か。トップコートが乾燥したらキャノピーのマスキングを剥がします。若干キャノピーに塗料がついちゃってるけどまあ許容範囲。キャノピーの取り付けにはフィットマルチ2。塗ってから乾燥させたら何度も取り外し可能になる液体のり。キャノピーを取り外し可能にしておくと何かあった時にリカバリーできるので気が楽。これをキャノピーの縁に塗って乾燥したら本体に取り付け。これでタミヤイタリリ F14A トムキャット完成です。と言いたかったんですが、落として壊しちゃった。はぁ、リカバリーしていきましょう。完成したキットはいつもベランダでエアコンの室外機の上で撮影してるんですけど、風で持っていかれました。プラモとはいえ空を飛ぶ形をしているから飛んじゃいました。外れたパーツはまあ取り付けるだけだからよし。塗装が剥がれたところをレタッチ。最大の問題はここ、パーツが欠けちゃってます。瞬間接着剤シアノンを少し盛り付けては硬化スプレーで硬化。これを繰り返してパテ側にして埋めます。味付けで整えてエアブラシ塗装。ガタガタしてるけどウェザリングしたらまあまあごまかせてるかな。最後に補修したところに改めてトップコート。接着剤がついてテカテカしてるところのツヤを消します。改めてキャノピーを取り付けて、今度こそトムキャット完成です。以上、イタレリのトムキャットの制作でした。やっぱり制作は大変でした。マジスク、アロンアルファ光、端ピン。この3つがなかったら完成は無理でしたね。このキットの発売当時はこういう道具はまだ存在してないわけで、当時のみんなはどうやって作ってたんだ。完成したプラモは遠目から見るとかっこいいけど、近くからよく見るとトホホなところがたくさん。このキットおすすめはしません。タミヤの新作トムキャットを作る前にこのキットに決着をつけれてよかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。じゃあね。